ちらはブラウンシュガーとグラニュー糖ですね。ではヨーグルトです。1回目とは混ぜ方違うんですね。あ、そうなんです。1回目が卵がどうしても分離してしまうので、それをつなげるために粉を入れてます。2回目はもう普通につながった生地に粉を加える。何回も作って一番美味しい生地みたいな。試行錯誤で何度も作られたんですか？作りました。なんか家でもやりましたし、居酒屋の方、仕込みの時間もらって作ったりとか。今月までは私一人でメニューを考えていたのでこのメニュー出てるんですけど、来月のメニューからスタッフ2人も参加してもらうので、また違った色も出てくるんじゃないかな。おはようございます。紫芋ペーストに甘みをつけたものですね。カラメリゼナッツ。
リンゴ来てた。あ、来ました。よかった。可愛いです。ラディッシュあれでしたね。ちびっこで可愛いですね。思ってたよりちびっこ。普段仕込みとかしながらどういう話されるんですか？普段はくだらない話してますね。普通になんか友達と喋る感覚で喋ってるよね。そうです。こういうの作りたいとかってあるんですか？結構意外な組み合わせが多いので、なんか意外だけどすごいしっくりくるみたいなのが今まで多くて、それがすごいなと思ってたので、なんかそういう組み合わせを自分でも考えつくかなっていう不安はあるんですけど、結構いろいろチャレンジして作っていきたいなと思ってます。明るい。かわいいかわいい。ありがとうございます。紫のモンブランと秋野菜グリーンキーマカレー。今から。はい。こんにちは。こんにちは。里芋のです。きんぴら、はい。八角を使ってるので、大人な大学芋です。はい、お待たせしました。いつもありがとうございます。
インスタで千駄木ランチで調べたら出てきたので素敵だなと思って。よかったらどうぞ。ありがとうございます。お待たせしました。失礼いたします。サラダの量がすごくて、ドレッシングも美味しかったです。全部美味しいです。Café, Café. café, hot small.とっても美味しいです。ランチとしてこうボリュームもあってしょっぱいマフィンを選んだんですけど、中に入ってるレンコンの歯ごたえがあるし罪悪感なく食べれるっていう感じでとっても美味しかったです。こんにちは。ゆいちゃんにかかるよ。ちょっとみたらしっぽい感じで。
したかぼちゃを潰してにんにく、マスタード、マヨネーズとかで和えたかぼちゃサラダにローストしたベーコンが中に入ってます。レンコンのきんぴらになります。青さバターっていうのを中にも入れて上にも乗せるんです。かぼちゃとナスとしいたけが、鶏ひき肉が中に入ってます。大学芋です。スパイシーほどではないですけど、八角の香りが。カリフラワーとチョリソーのペペロンになります。スタートの色はない。お湯です。こんな感じで大きさ変えてます。マシンの形のキャロットケーキもなかなかない。And coffee. Hot. もう自分が食べて美味しいって思わないものは出してないです。もともとそのお菓子作りが楽しいって言ってお家でやってた時も見て見てっていう感覚でみんなにあげてたので、ここは変わらずにお客様とも共有できたら嬉しいなと思ってます。ちゃんと今日マスカラ塗ってきたからほら本当だ。バッチバチバチバチ。だから外すの。焼きたてシリーズって言って焼き上がったのをそのままお店に出してるんですよ。
シューが人気なんですぐ売り切れちゃうんですよ。そうなんですね。そう1日に大体何個ぐらい作られてるんですか？百何十個みたいなぐらいだと思うんですけど、60個を今朝焼いてるんですけど、これを何度か繰り返すような感じですかね。昼ぐらいでなくなってしまったりします。オープンで2時間ぐらいとかでじゃあもうなくなって。ああ、そうですね。朝は特にお客様もシュークリーム目当てで来る方が多いので、これはクッキーです。シュークリームの上がサクサクするようにクッキーを乗っけて焼いてるんですけど、これがポイントですね。食感はサクサク食感で、ただボリュームがすごいあって、カスタードクリームがめちゃくちゃ入ってるので、食べた瞬間サクサクっていうよりはもうボリュームすごいなっていう気持ちになると思います。膨らみ出すのを遅らせるというか、表面が乾燥した時点で膨らみって止まってしまうんで、それを遅らせるために表面にちょっとだけ水が溶けていて、堀口さんははパティシエ歴は何年ぐらいになるんですか？ 20年ですね。子供の頃から手に職をつけるということに興味があって思いはあったんですけど、何やるかっていう明確なことはあんまり決めてなくて、高校ぐらいから専門学校とか選ばなきゃいけないタイミングになった時に、いとことかもそういう料理のことやってたりしてたので、ちょっと興味があって、で悩みながらそういう専門学校に行ったんですね。で専門学校だとパンと洋菓子と和菓子学べて、全種類やってみた時に、洋菓子が一番、甘いの好きなんで、それもあって食べて美味しいし作ってて面白いしっていうのが。赤すぐりとかラズベリーとかそういったののミックスしたピューレを使ったムースですかね。と中がチョコレートのブリュレが入ってます。甘酸っぱいのに合わせてちょっと苦めなビターチョコを合わせて。女性が多いので、やっぱりね、男性が気を使うじゃないけど、そういうところにシェフがすごい厳しいというか、重たいのなんだから女の子が持ったら大変だろうみたいなのを私は学んできました。まだ出ないんですけど、ここから蒸気を逃がして、このサクサクにする作業です。感じに上がります。
どうするの？7号と、午後3台ぐらいあるね。この作業楽しそうですよね。そうですか。やってみますか。すごいの出来上がってしまうので。もともと甘いのお好きなんですか？甘いの好きでした。クレープが好きで作ってました。家で父親に教わったやつ。小学校の頃からやってたんで、本格的なものを作りたいっていう感じでやってました。カスタードクリームなんですけど、シュークリームのとはまた違くて、タルト用に配合された
生クリームが多めに使われてるクリームです。タルトとかはある。合わせて一皿にしちゃう。甘いのですか。はい。おすすめのですかあります？個人的にはチョコが好きなので、シェフのスペシャリテとか。
ペシャルマカロンデコレーションといううちのデコレーションケーキのスペシャルシリーズっていうのがこういうちょっと豪華なシリーズがあってそれです。これもラストです。これも、ちょっとだけデコが曲がってるからそう隙間がぴったりになるように。
生地が上がるので。ほらやっぱみんなおとなしくなっちゃうな。私いつもおとなしい。ウイさんつけない。でも OK。硬くはないんですけど、ポロポロみたいな感じです。昔の人はショートケーキがバタークリームだったんですよ。そうなんですか？はい、進化して生クリームになったんですけど、もともとのショートケーキはバタークリーム。多分バタークリーム食べて懐かしいって思う人多分たくさんいると思うんです。これはもうカスタードクリームみたいなもんですね。カスタードとはちょっと違うんですか？ほぼほぼ一緒ですね。配合が違うカスタードクリームみたいな感じですかね。味はそんなに甘くないですね、この状態では。これからメレンゲが入ったりして、メレンゲとかが甘いので、
リスマスは一番忙しいですか？一番忙しいです。大体何個ぐらい作るんですか？予約で1000個ぐらいで当日売りって感じですね。あとだから外すので。焼きたてシリーズって言って焼き上がったのをそのままお店に出してるんですよ、もう賞味期限とかじゃなくすぐ食べてくださいみたいな売り方をしていて、冷蔵庫でしっかりと締めたものをお客さんには食べてもらってるんですけど、ラッピングしてて、それとこの焼き上がってすぐのものって全然味が違うので、それも楽しんでもらいたいなっていうのでこうショーケースに持っていきます。これ今日ちょっと早いんですけど、いつももう少し遅かったり、曜日によって金曜日はちょっとバタバタするんでちょっと早くに来ましたけど、最近は水木もゆるっとしれっと営業してます。スタッフがいるのでゆっくりイートインコーナーでおしゃべりしててもらえるように。移転してもう12月で1年になるんですけど、それまではアパートでやってました。私美容業やってるんですけど、趣味でこれお菓子作りが好きでやってたんですけど、美容業やってるうちにもしかしてアパートでもお菓子屋さんできるかもしれないなと思って、隣の部屋が空いたタイミングで借りて始めました。皆さんのお仕事はいつされてらっしゃるんですか？完全予約制なんですけど、隣で終わってからやります。中でつながってて裏側にサロンがあって、そっちでやってます。このまま提供してそのまま食べるみたいな。でホールケーキってほら一人で1個食べてみたいって思いませんでした？昔夢のケーキですよね。分けてもらってもいいし、そのまま食べてもらってもいいしっていう感じ。蓋のところに点線があって2つに分かれるんですよ。
で取り皿としても2人でシェアして食べるときも。そうなんですね。モンブランシフォンとモンブランタルトに使うんですけど、なんですね。ミキシングボウルにどうしてもいいわ。ちょっと今冷蔵庫あ、うん。あ、平日は常連さんとか割と年齢層高めな方とかがイートインとかでしてかれる感じです。はい。ソープだね。
おはようございます。はい。
ですね、パティシエになりたいっていうのはもうずっと保育園くらいの時から思ってて、自分のお店もできたらいいなっていうのは思ってました。お客さんとかからも「可愛いですね」って言ってすごいワンちゃんのお話ししてくださるお客様多くて結構いつもより多めに用意してても
12時半とかで結構もう30分1時間とかで種類少なくなってたりしますね。その時はもう追加で製造してっていう感じですね。メロンを丸ごと器にしたショートケーキっていうのをやってて、それは人気ですね。丸ごとの桃のタルトやってるんですけど、それは毎年すごく人気ですね。
こで写真撮ってます。できるだけ、地元のもので使えるものは地元のものでやってますね。卵だったり、あといちごとか桃だったりっていうのはもう決まった園で使ってて、あとシャインマスカットとかぶどう系もまた決まった地元の園があって、そこのものを使うようにしてます。
だとちょっと油分多めになっちゃうので。バッチリですね。飲むと練乳に近いですね。甘くない練乳に近いかもしれない。もうちょっとだけ膨らんでしぼみますね。蒸気を出して。いいかな。はい。かな。自由に働けないので雇われだと自分の作りたいものを作りたいように作るにはやっぱり独立しかないので。一緒にできる人がいると心強いですね。そうですね。全然違いますね。性格も全然違うので、それもバランスがいいと思います。かな。
バラ。それはチョコなんですか？そうです。チョコレートですね。中にパフが入ってる。パフパフってそう。半分。母親もお菓子作りよくしてたので、その影響ですね。だからうちのシフォンケーキは母のレシピですね。使うよって言って喜んでたんじゃないですか？まあ、はーいって言ってました多分確か。ぴったりですね。ぴったり。あ、余りますね。全然余裕でしたね。乗るかな。グラグラしそう。バラのジャムなんですけど、ナパージュ代わりに。たまたまあったから。で、ナパージュにちょうどよかったから使っているだけで。毎回これなわけでもないんですけど。なるほど。はい。いろいろ試されてる。そうです。
らなかったかもな。落ちるかな。全部焼いちゃおうかな。半分くらい入れて。あ、これですね。それだ、はい、わかりました。そうですね。生地に近いものですね。それを乗せるとカリカリに。なるほど。なんか私もそうですね。いや、これは大変だ。はい、ありがとうございました。焦げたカスが出てきたです。泡立つんですね。そうですね。バター焦げる前は。
一応全員研究者だと思うんですけど、いろいろ材料を変えたり作り方を変えたり、うちの場合は何を研究しているのかってコンセプトを考えた時に愛じゃないかという話になって、テーマ的には愛ある歌詞を研究するっていうのをお店のコンセプトとして挙げてるんですけど、やっぱり材料一個一個に対してこれはどんな素材なのか、どういう特徴があるのかとか、どうしたら美味しくなるのかとか、そのものについて考える時間がすごく長くなるんですけど、長い時間考えているということ自体が愛なのではないだろうかっていう思い、気持ち、考えから、スタートですね。終わり。ほどほどのまま入れます。固まるんですね、それで。そうですね。アップルパイの上とかに乗ってるコロコロしたクッキー、あれが美味しいので、あれだけ食べたいなと思って。
ズベリー、あ、柚子あ、桃だったかな。フランスの桃のピューレで作ってましたね。フランスも桃あるんですね。そうなんです。ちょっと違うんですよね。平べったい桃。台湾料理屋さんの店主さんで、今日はケーキをオーダーして、結婚祝いのケーキをオーダーして、それを今日取れる。なんかちょっとお店の方に皆さん食事されに来るので、その時ケーキを。前頼んだ時は何ケーキ頼まれたんですか？それはちょうど夫の誕生日でした。でその時チョコのホールケーキをオーダーして、めちゃくちゃ美味しくて、そうだからなんか特別な時に頼みたいなって。可愛いお菓子もいっぱいあって、いつもこの手土産自分で食べるのも買うんですけど、手土産とか持参する時いつも買いに来てます。であげると皆さん結構喜んでもらえて、美味しいって。私大体そこのところをパーって取ってなんか箱に詰めてもらってプレゼントしたりとか、あといざって時はこのボックスそう全部詰まっている。そうこれすごい喜ばれます。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。鍋大きいですね。あ、そうですね。60センチの鍋ですね。ちっちゃいのを作るよりも大きいの作った方が美味しくできるんですよね。こうやって。これは分量が安定しないんで。もっとわらび粉とですね。あと上白糖、あと麦芽糖、あとトレハローストといった寒天ですね。そうですね。この2つ混ぜてですね。ちょっとこれでやってもいいんですけど、入んないですよね。大丈夫ですね。そしたら混ぜてるだけなんで。あ、全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。気温とかでなんか変化あったりするんですか？しますよ。まあ、一番はできる時間ですけどね。暑いとやっぱりすぐできちゃうんですよ。やってたカフェが和風カフェなんですけど、フランチャイズのカフェだったんですよ。でそこでわらび餅提供したんですけど、自分で作ってらっしゃって、それでお客さんに喜んでもらってたんで、わらび餅ですかね。作ってる中一番得意だったからってありますかね。甘いのすごい好きなわけじゃないんですよ。そんなやっぱ食べれないんですよ。あんまり僕作るわらび餅甘さもちょっと控えめなんですよね。食べやすいようにですかね。あと40分やりますからね。40分もありますよ。力仕事ですね。そうですね。年末年始は時ですよ。お土産の需要が上がるんで。ああ、なるほど。はい、初代よりも一番最初やった時はですね、すんごい腕痛かったですね。筋トレとかもしてて結構モリモリだったんですけど、全然疲れましたね。
素材でいうと配合ですかね。本場のアリコ使うのはもちろんなんですけど、それ以外でいうと麦芽糖入れてみたりとか、あと寒天足してみたりとかして、味や食感を好みになるようには変えてますね。もちっとしただけじゃなくて、あとつるんとしていい歯切れの商品が欲しかったので、そうなるように配合しましたね。おはようございます。よろしくお願いします。プルンプルン。そうですね。でも柔らかいですよ。そっちはさ、水ですよね。すごい。普通に小麦粉使うよりもちょっともちっとした食感になりますね。
人と接するのがそんなに得意ではないので、自分たちで勝手にできる仕事は、まあ、向いてるのかなっていうのはありますね。でもそのメリットの方が大きいので、まあ、意見の食い違いでちょっと軽い喧嘩みたいになってないすることもありますけど、でもそこまで大変だっていうのはあんまりないですかね。それより一緒にやってて心強かったりとかの方が大きいですか？はありますね。